河原の上に止まる一羽の鳩。狙っているのは河原の隙間に隠れている小さな雲。大きさわずか8ミリ。ザクロの実の上にいるのはセミ。その横、少し傷んだくぼみに小さなゴミムシ発見。自然の中の一瞬のドラマが起きているのは手のひらに収まるほどの小さな器。なんとすべて金属で作られています。作者は金工師庄阿弥勝義。さまざまな金属を自在に操る超絶技巧を使い、草花や生き物たちの世界を細密に表現しました。1831年、庄阿弥勝義は岡山で代々彫金を営む家に生まれました。刀を装飾する彫金の仕事で腕を磨き、岡山藩主からも厚い信頼を得ていました。この腰刀の飾りは庄阿弥が彫金し藩主に納めたものです。金をふんだんに使い、精緻な細工を施しています。しかし武士の世が終わり、明治という近代になると刀は不要になります。刀装具などを作る金工職人の多くが職を失う中、庄阿弥は持ち前の高い技術を生かして次なる挑戦を始めます。それが花瓶、香炉、皿などの工芸品の製作でした。欧米の万国博覧会で日本の工芸品が人気となり、明治政府も製造を奨励していたのです。庄阿弥の独創性はその奇抜な意匠に発揮されます。鳥や昆虫、蛇やカエルなど身近な自然の生き物たちをまるで本物のように小さな器に再現しました。庄阿弥は生き生きとした一瞬を捉えるために生き物を自ら飼育して動きやその営みを観察、詳細にスケッチして構想を練りました。群景図香炉、再現不可能と言われる作品です。この立体表現に庄阿弥は超絶技巧を使っています。香炉の胴体には金や銀、赤や黒で彩られた鶏やひよこがいます。彫金では色を塗るのではなく、違う色の金属をはめ込む象眼という技法が使われます。躯体となる金属に穴を掘り、そこに柔らかい金属を叩いてはめ込む伝統的な技法です。庄阿弥は鷹肉象眼という技法を巧みに使い、複雑な形をした鶏の姿を大きく盛り上げはめ込みました。直径6センチの蓋の部分には覆い尽くすように菊の花が彫り込まれています。その数なんと50。1枚の銀の板を彫ったもので、タガネというのみの名手でなければできない超絶技巧です。こうして庄阿弥勝義をはじめ
明治の工芸家たちが大胆に取り入れた昆虫や草花などの自然のモチーフ、それはガレやドーム兄弟など西洋のアール・ヌーボーの工芸家にも影響を与え、新たな美の潮流を作り上げることになりました。